まず最初に、大量絶滅、マスエクスタンクションとは何かを整理しよう。大量絶滅とは、地球の生命史において比較短い時間に多数の種が姿を消し、生態系全体に大きな変化をもたらす現象だ。その原因は外部要因。例えば隕石衝突や火山噴火、そして内部要因として気候変動や海洋酸性化が挙げられる。過去に確認されている5回の大規模絶滅を順に見てみよう。第1はオルドビス紀の大量絶滅で、約4億4500万年前に起こり、海洋生物の 85% が姿を消した氷河期による海面低下と酸素不足が主な要因と考えられている。次にデボン紀の大量絶滅は3億5900万年前に発生し、海洋生物の 75% が絶滅した。こちらは気候変動と海洋酸性化が関与している。3番目はトリアス紀の大量絶滅で、約2億1000万年前に起き、両生類と爬虫類の 80% が絶滅した。大規模な火山活動が原因だ。4番目は白亜紀、第3紀の大量絶滅で、約6500万年前に起き、種全体の 75% が失われた。隕石衝突と同時期の大規模火山活動が重なったことが決定だった。最後のペレアの紀の大量絶滅は約2億5200万年前に発生し、海洋生物の 96%、陸上生物の 70% が絶滅した。シベリアの巨大火山帯が温室効果と酸素不足を引き起こしたとされている。これら過去の大量絶滅は自然の力が主役だったが、現在の科学者たちは、第6回大量絶滅という概念を提唱している。この概念は、現代における生物多様性の急激な減少速度が、過去の自然背景絶滅率の100倍から1000倍以上に達しているという観測に基づく。主要な原因は人類の活動だ。都市開発、森林伐採、産業汚染、そして気候変動が相互に作用し、種の生息地を破壊し続けている。ここで、人類世、アンソロポセンという時代区分にも触れよう。人類世は、人類の活動が地球環境に顕著な影響を与えた時代を指し、一般には18世紀末から19世紀初頭に始まったとされる。工業革命以降、炭素排出が増大し、地質学な痕跡が残るほどの変化が起きた。この時代の始まりは、化石燃料の大量使用とそれに伴う温室効果ガスの増加が顕在化した頃と捉えられている。しかし、第6回大量絶滅が本当に進行中かどうかについては、研究者間で意見が分かれる。アリゾナ大学を中心としたチームは、現在のデータだけでは、第6回大量絶滅が進行中である、と断言するのは早計だと指摘している。過去の大量絶滅と比べて、現代の種現象の規模や速度は長期視点でまだ判別しにくいと結論付けた。一方、メディアでは人類が引き起こす絶滅の到来が予想より早いと警告されている。都市化や農業拡大、森林伐採、汚染、気候変動が複合に種の絶滅を加速させている事実は揺るがない。人類の活動がどのように大絶滅を加速させているか、具体例を挙げてみよう。まず生息地の破壊だ。乾燥帯や脆弱な生態系を持つ地域でのインフラ開発は、建設資材の調達や輸送に伴う炭素排出、河川へのダム建設による下流への影響、野生動物の生息地の分断といった問題を引き起こす。次に気候変動だ。約5600万年前の古新世極大温暖期、ペレオセヌ、エオセン熱極大期と同様に、現代の急激な温暖化は海水温上昇や異常気象を招き、生物の生息範囲を変化させている。パリ協定は産業革命前と比較して2度以下、できれば1時半以下に抑える目標を掲げ、再生可能エネルギーへの転換や電気自動車の普及を促進しているが、実際の排出削減は未だ課題が残る。さらに海洋酸性化も無視できない。化石燃料の燃焼で放出された二酸化炭素が海に吸収され、海水の酸性度が上昇する。これによりサンゴ礁や貝類といったカルシウム炭酸塩を構成する生物が成長障害を受け、海洋生態系全体に波及効果が生じる。
また外来種の侵入も深刻だ。人間の移動や貿易に伴い、外来種が新たな環境へ持ち込まれ、在来種との競争や捕食関係が崩れ、生物多様性が脅かされている。過剰利用、すなわち乱獲や過度の森林伐採も同様に種の個体数を減少させ、生息地の劣化を加速させる。こうした要因は相互に連鎖し、複合な生態系崩壊を引き起こす。例えば気候変動で生息地が変化すると、種は新たな地域へ移動せざるを得ず、そこで外来種と競合するケースが増える。このように、単一の要因だけでなく、複数のストレスが同時に作用することで、生態系全体のバランスが崩れやすくなるのだ。次に、過去と現在の絶滅速度を定量に比較しよう。過去の5回の大量絶滅では、100万種あたり年間10分分の1から1種程度の絶滅が推定されている。対象に、国際自然保護連合 IUCN の評価によれば、現在の絶滅速度は背景速度の100倍から1000倍に達している。20世紀以降、鳥類は年間平均2種、哺乳類は1年に1種以上が絶滅しているとされ、これは背景速度の100倍以上に相当する。特に両生類や小型哺乳類の減少が顕著で、アリゾナ大学の2022年の研究でも、絶滅速度の加速が確認されている。具体事例としては、ハワイ諸島の固有鳥類が15世紀以降に半数以上絶滅したことが挙げられる。原因は森林伐採と蚊が媒介する鳥マラリアという外来病原体だ。また、世界の両生類の4割が絶滅危惧種に指定され、心筋性疾患であるカエルツボカビ症が主因となっている。サンゴ礁の白化も深刻で、2980年以降、世界のサンゴ礁の半分近くが失われ、2016年から2017年の大規模白化ではグレートバリアリーフの3割が死滅した。生態系サービスへの影響も見逃せない。ミツバチのコロニー数は1947年から2017年の70年で約6割減少し、受粉作物の収穫量が低下している。コウモリは白花症候群により北米で9割近く個体数が減少し、果実の受粉や害虫駆除という重要な機能が失われつつある。淡水二枚貝の減少は水質浄化能力の低下を招き、河川の富栄養化が進行している。海洋ではサメやクジラの減少が栄養循環を乱し、プランクトンの増殖や酸素供給に影響を与えている。ここまでで、私たちが直面している危機の全容が見えてきたはずだ。では、現代の保全生物学はどのように対応しようとしているのか。まず保護区の設定だ。世界各国で国立公園や自然保護区が設置され、陸域の約 15%、海域の約 7% が保護されている。しかし、多くの保護区は、ペーパーパークのままで、実効な管理や監視が不十分だ。気候変動で生息地が移動しても、保護区の境界は固定されているため、種の保全が困難になるケースが増えている。2020年の研究では、保護区内でも年間約 1.5% の生物多様性減少が確認された。種保存計画も重要な手段だ。アメリカの絶滅危惧種法や欧州連合の生息地指令は、対象種の保護を法に支援しているが、資金や人材の不足により対象種は全絶滅危惧種の約10分の1にとどまっている。遺伝多様性の維持も課題で、近親交配による個体群の弱体化が懸念されている。遺伝資源の管理も進んでいる。ノルウェーのスバールバル世界種子貯蔵庫には100万種以上の種子が保存されているが、長期保存には高コストが伴い、再導入技術や社会合意が不足している。2021年の研究では、遺伝資源の再導入成功率は3割未満と報告されている。科学アプローチによる生態系復元も試みられている。ニュージーランドのプレディターフリー2500プロジェクトでは、外来捕食者の駆除が進められ、成功例も報告されているが、コストが高く規模拡大は容易ではない。生態系復元プロジェクトの平均成功率は 50% 程度とされ、予期せぬ副作用のリスクも指摘されている。社会経済制約も大きな壁だ。ブラジルのアマゾンでは農地開発や違法伐採が保全策の障壁となり、
汚職や人材不足が管理を阻害している。2020年の報告では、生物多様性保全に必要な年間資金は7000億ドル以上と推定される一方、実際の投資額はその10分の1以下にとどまっている。資金不足は特に発展途上国で顕著だ。インドの取り組みとしては、プロジェクトタイガーやプロジェクトエレファントがあり、アーダーハアドハールを活用した生態系モニタリングの試みも行われているが、急速な経済成長と人口増加に伴う開発圧力が依然として課題である。以上のように、保全生物学は科学手法と社会制約の両面で多くの課題を抱えている。改めて人類が直面している第6回大量絶滅の本質を振り返ろう。過去の大量絶滅は自然災害が主因だったが、現代の危機は人類という超適応種の活動が直接な原因だ。高度な社会性と認知能力は文化革新と技術適応を可能にした反面、環境支配という負けの側面も生み出した。脳は体重の 2% しか占めないものの、基礎代謝の2割近くを消費する高価な組織であり、エネルギー確保のために調理や肉食の拡大が進化に重要だったとされる。このエネルギー需要が最終に大規模な土地開発や資源採取へとつながり、結果として生態系破壊を加速させたのだ。逆にこの高度な認知能力と社会性は、危機を乗り越える鍵ともなり得る。持続可能なエネルギーへの転換、循環型経済の構築、バイオミミクリー、生物模倣、技術の活用は、自然の仕組みと調和した新たな文明像を提示している。これらは単なる技術解決策ではなく、人類が征服者から参加者へと自己位置づけを変える哲学転換でもある。自然と共生する方法を再定義すれば、進化の過程で培った柔軟な適応力を再び発揮できるだろう。最後に、現在得られている事実だけをもとにまとめよう。第一に、種の絶滅速度は背景速度の100倍以上に加速していること。第2に、生息地破壊、気候変動、海洋酸性化、外来種導入、過剰利用が相互に作用し、複合な生態系崩壊を引き起こしていること。第3に、保護区や種保存計画、遺伝資源保存、科学復元プロジェクトは一定の成果を上げているものの、資金、人材不足や管理の限界が顕在化していること。第4に、社会経済な利益と保全のバランスを取ることが最大の課題であり、国際な資金援助と地域コミュニティの協働が不可欠であることだ。このように、私たちが今取るべき行動は、単なる技術導入にとどまらず、価値観と制度の根本な見直しを伴う総合な変革である。地球の歴史は、5度の大量絶滅を経て今に至ります。そして今、私たち人類は、6度目の絶滅の瀬戸際に立たされています。しかし、この危機は同時に、人類の未来を根本から見つめ直す転換点でもあるのです。私たちが持つ高度な知性と社会性を、破壊の手段ではなく、自然回復の原動力として生かせば、地球史上初めて、大量絶滅を回避し、持続可能な未来へと舵を切ることができるかもしれません。その鍵を握るのは、まさにあなた一人一人の選択と行動なのです。では、具体にどのような道筋が考えられるのでしょうか。ここからは、地域レベルの取り組み、経済インセンティブ、先端技術と倫理、教育、文化変容、国際協調の最新動向、そして未来シナリオ別のリスク管理という6つの視点から、実践可能な戦略を深く掘り下げていきます。まずは、地域コミュニティ主導の保全モデルです。日本各地で、住民たちが自らの手で自然再生に取り組む動きが広がっています。例えば、長野県のある合掌造り集落では、古くから伝わる里山管理の知恵が息を吹き返しました。住民たちは、森の資本という新しい概念を導入し、伐採した木材を地域の工芸品や建築資材として再利用。その売り上げの一部は、森林モニタリング費用に充てられています。この循環型経済は、外部からの補助金に頼らず、自立な保全体制を築き上げた恒例です。
森から聞こえる鳥のさえずり、木々のざわめき、そして住民たちの笑顔が織りなす風景は、まさに持続可能な未来の縮図と言えるでしょう。また、沖縄本島北部の海岸線では、漁業共同体がサンゴ礁修復と観光収益の二重目で、海洋保全クレジットを発行しました。このクレジットは国内外の企業が購入でき、得られた資金は人工サンゴの設置と定期な生態系評価に投入されます。これにより、漁獲圧の低減と観光客増加という相反する利益が調和し、地域全体の生活水準向上と生物多様性保全が同時に達成されたのです。透き通った海に広がるサンゴ礁、その周りを泳ぐ熱帯魚たち、そして漁師たちの誇らしげな表情が、この取り組みの成果を物語っています。次に、経済インセンティブと市場メカニズムの最適化です。近年、炭素市場や生物多様性信用取引が急速に拡大しています。これらは単なる取引手段に止まらず、保全活動への直接報酬として機能し得るのです。例えば、欧州連合が策定した自然資本税は、企業が自然破壊に伴う外部コストを内部化する仕組みです。税率は生態系サービスの評価額に比例して決定され、森林伐採や湿地埋め立てを抑制し、代替に再植林や湿地再生プロジェクトへの投資を促進しました。この制度は、企業の利益と自然保護という一見相反する目標を巧みに調和させたのです。日本でも、政府主導の生物多様性投資ファンドが設立されました。投資対象は遺伝資源の保存、在来種の繁殖、エコツーリズム事業など多岐にわたります。ファンドはリスク分散のために、農業、漁業、林業といった一次産業と連携し、持続可能な生産方式への転換を支援しています。投資回収は、環境サービス評価による収益配分と、地域ブランド化による付加価値創出の2本柱で構成され、長期な利益と保全効果の両立が期待されています。この仕組みは、自然を資源ではなく、パートナーとして見る新しい経済モデルの先駆けと言えるでしょう。続いて、先端技術の応用と倫理枠組みです。バイオテクノロジーは、絶滅危惧種の遺伝子保存や復元に革命可能性を提供しています。AI と遠隔センシングの融合は、生態系モニタリングの精度と効率を飛躍に向上させました。衛星画像とドローン撮影をリアルタイムで解析し、植生変化や違法伐採の兆候を即座に検知できるシステムは、すでに東南アジア数カ国で実装され、違法活動の抑止に成功しています。しかし、こうした技術は、データプライバシーや情報の独占化といった新たな社会課題を伴うため、オープンデータ政策と透明性確保の枠組みが不可欠です。教育改革と文化価値観の転換も欠かせません。持続可能な社会を実現するには、次世代への環境リテラシー教育が根底にあります。日本の小中学校では、自然体験学習が必修化され、地域の生態系を教材としたプロジェクトベース学習が広がっています。児童たちは自らの足で河川や森林を調査し、データを共有プラットフォームに投稿することで、科学探求心と市民意識を同時に育んでいます。大学レベルでは、環境倫理学と経済学を統合した持続可能経営専攻が増設され、企業経営者が環境負荷を財務指標に組み込む手法を学ぶ機会が提供されています。文化面では、伝統な自然崇拝や季節感覚を再評価する動きが顕在化しています。和歌や俳句に見られる物の哀れの感性は、生態系への敬意と結びつきやすく、地域祭りや芸術イベントに自然保全のテーマを組み込むことで、感情な共鳴を通じた保全意識の醸成が期待できます。例えば、秋の紅葉をめでる祭りや、春の桜の開花を祝う行事は、単なる風物詩ではなく、自然と共生する文化の再確認の場として、新たな意味を持つようになってきました。国際協調と制度枠組みの進展も重要です。2023年に採択された、生物多様性条約第15次締約国会議では、
2030年までに世界の陸海域保護率をそれぞれ3割以上に引き上げる目標が設定されました。各国は国家計画を策定し、特に開発途上国に対する技術移転と資金支援を拡充することが合意されました。日本は2025年度までに総額数十億円規模のグリーンインフラ支援プログラムを開始し、熱帯雨林の再生プロジェクトに対し、先進な水資源管理技術を提供しています。さらに、海洋領域においては、海洋生物多様性保全協定が新たに署名され、漁業権の持続可能性評価と違法捕獲防止のための国際監視ネットワークが構築されました。この協定は、海底鉱山開発に対する環境影響評価の厳格化と、開発許可に環境復元保証金を課す仕組みを導入し、海洋資源利用と保全のバランスを制度に担保しています。広大な海原に広がる保護区域、その周りを泳ぐクジラやイルカたち、そして持続可能な漁業に取り組む漁師たちの姿は、国際協調がもたらす具体な成果です。次に、未来シナリオ別のリスク管理と適応戦略です。第6回大量絶滅の進行度合いは、シナリオ分析によって大きく分岐すると考えられます。ここでは、楽観シナリオ、中立シナリオ、悲観シナリオの3つに分類し、それぞれに対応する適応策を提示します。楽観シナリオでは、世界の脱炭素化が2050年までに実現し、気温上昇が摂氏2度未満に抑制されます。生態系サービス評価が全産業の投資判断基準に組み込まれ、自然破壊コストが内部化されるでしょう。この場合、保全区のネットワーク拡張と生物多様性クレジット市場の成熟により、種の絶滅速度は背景速度の5倍以下に減速します。対応策としては、保全区の境界をどうに調整できる移動保全ゾーンの法制度化と遺伝資源バンクの国際標準化が重要です。広大な森林外気を吹き返し、海が豊かな生物多様性を取り戻す未来がここには描かれています。中立シナリオでは、脱炭素化は部分に進むものの、気温上昇は摂氏2度前後に止まります。経済成長と保全投資のバランスが不安定で、保全区の管理能力が地域差で大きく揺れ動くでしょう。種の絶滅速度は背景速度の10倍程度にとどまりますが、一部の小鳥種は危機状態に陥ります。このシナリオでは、地域コミュニティと民間資金のハイブリッドモデルを推進し、保全区のパートナーシップ運営、体制を法に認めることが鍵となります。地域住民と企業、行政が手を取り合い、共に自然を守り育てる未来が、ここには描かれています。悲観シナリオでは、気温上昇が摂氏3度を超え、極端気象が頻発し、海面上昇が沿岸都市を侵食します。資源争奪が激化し、違法伐採や密猟が拡大、保全区は実質に機能不全に陥るでしょう。種の絶滅速度は背景速度の100倍以上に加速し、多くの生態系サービスが喪失します。この最悪ケースに備えるため、人工な安全保全エリアの設置と、絶滅危惧種の遺伝子バンクからのクローン復元技術の研究開発を緊急課題とします。荒れ果てた大地、消えゆく種たち、しかしそれでも希望を失わない人々の姿が、ここには描かれています。以上のシナリオ分析は、リスクマネジメントの枠組みとして、政府、企業、市民社会が共同で、適応ロードマップを策定する際の指針となります。特に、時間軸を短期、中期、長期に分割し、各フェーズで必要な資金調達、技術導入、人材育成の具体目標を設定すれば、計画かつ柔軟な対応が可能となるでしょう。さらに、地域レジリエンスと生態系サービスの再評価も重要です。第6回大量絶滅の影響は、国家レベルだけでなく、地域コミュニティの生活基盤に直結しています。特に、山間部や離島、河川流域に暮らす住民は、自然災害の頻度増加と資源枯渇の二重打撃を受けやすいのです。そこで、各地域が自立にレジリエンスを高めるための枠組みとして、エコロジカル、
インフラ概念が注目されています。これは湿地の復元や森林の連続性確保、都市緑化帯の設置など、自然そのものが防災減災機能を果たす仕組みを指します。具体例として、東北地方の沿岸部では津波被害後に塩分耐性のあるマングローブを人工に植栽し、鳩場の自然防波堤として活用したプロジェクトが成功しています。この取り組みは漁業従事者の共同によって維持管理費用が削減され、同時に生物多様性の回復も促進しました。さらに同様の手法が北海道の内陸湖でも導入され、氾濫リスク低減と水鳥の繁殖地創出が同時に実現されました。青々としたマングローブの葉が風に揺れ、その根元で小魚たちが泳ぎ回る光景は、自然の力と人間の知恵が融合した証です。地域レジリエンスを測定する指標としては、生態系サービス価値指数が有効です。この指数は、炭素固定、水質浄化、土壌保持、観光価値など複数のサービスを金銭に換算し、地域ごとの総合な自然資本を可視化します。自治体はこの指数をもとに投資優先順位を決定し、公共事業と自然保全のシナジー効果を最大化できるのです。テクノロジーと伝統知識の融合も見逃せません。AI とビッグデータ解析は、生物多様性モニタリングに革命をもたらしています。ドローン搭載の高解像度カメラと音声認識アルゴリズムにより、希少種の個体数推定や繁殖期の行動パターンがリアルタイムで把握可能となりました。特筆すべきは、これらの技術が先住民族の伝統知識と組み合わさることで、精度が飛躍に向上した点です。例えば、沖縄本島北部のヤンバルクイナ保護活動では、地元の長老が長年蓄積した鳴き声の季節変化に関する知見をデジタル化し、機械学習モデルに組み込んだ結果、繁殖期の予測精度が従来の3割から8割へと改善されました。さらに、ブロックチェーン技術を利用した生物多様性クレジットのトレーサビリティ確保により、地域住民が自らの保全活動を直接な経済利益に結びつける仕組みが構築されました。このようなハイブリッドアプローチは、単なる技術導入にとまらず、文化アイデンティティの尊重と持続可能な生計支援を同時に実現するモデルとして、国際にも評価されつつあります。私たちが直面する第6回大量絶滅は、単なる自然現象ではなく、人類の価値観と行動様式が試される歴史転換点です。科学知見と技術手段はもちろん重要ですが、何よりも、共生の哲学を社会構造に組み込むことが不可欠です。個々の選択が集合な力となり、地球規模の生態系を守る原動力へと変容すれば、過去の大量絶滅が示す教訓を乗り越え、持続可能な未来への航路を切り開くことができるでしょう。第6回大量絶滅への対策には莫大な財政負担が伴うため、従来の政府予算だけでは到底足りません。そこで近年、静かにしかし確実に注目を集めているのが、グリーンボンドと自然資本ファンドという2つの仕組みの組み合わせです。グリーンボンドとは、環境を守るためのプロジェクトにお金を流すことを目とした債券のことです。発行する側は厳しい環境成果指標を自らに課し、その約束を果たすことで投資家からの信頼を勝ち取っています。一方、自然資本ファンドは少し違った角度からアプローチします。森や海、土壌が私たちに与えてくれる生態系サービスの価値を金融商品として形作り、それを投資の対象にすることで、民間のお金が直接保全活動へと流れ込むように設計されています。まるで干上がった大地に水を引くように、資金の流れを変えようとする試みなのです。日本国内では2024年度に東京証券取引所が新たな制度を導入しました。エコロジカルインデックスに上場している企業に対し、自然資本評価報告書の提出を義務付けるというものです。この制度によって、上場企業は自社の事業活動が生態系にどのような影響を与えているのかを数値化し、投資家に対して開示することが求められるようになりました。結果として、企業の社会責任投資が自然資本ファンドへと大きくシフトし、
年間でおおよそ300億円規模の新規資金が実際に保全プロジェクトへ配分されることになりました。数字だけを見ると冷たく感じられますが、その裏には無数の企業が自らの足元を見つめ直し、未来への責任を背負い始めた姿があります。国際な動きもまた活発です。世界銀行が主導して設立された生物多様性保障基金は、開発途上国の保全イニシアティブに対して、成果に基づいた融資を提供しています。この基金が採用しているのはインパクトリンクローンと呼ばれる方式です。これは保全の成果が一定の基準を超えた場合にのみ返済義務が発生するという仕組みであり、リスクを最小限に抑えつつ、実績に応じた健全な資金循環を実現しようとしています。失敗すれば返済不要だが、成功すれば次のステップへ進むことができる。そんな柔軟さが、現場の緊張感を和らげながら確実な前進を促しているのです。大量絶滅の危機は単なる生態学な問題にとどまりません。そこには深い倫理ジレンマが潜んでいます。人類型の種の存続権を侵害することは、世代間正義の観点から見ても極めて重い課題です。特に遺伝子編集技術を用いて絶滅した種を復活させようとするプロジェクトは、科学好奇心と倫理限界の境界線を曖昧にし続けています。私たちはどこまで手を伸ばすべきなのか、失われた命を人工に取り戻すことは、果たして償いになるのでしょうか。それとも新たな傲慢さの始まりなのでしょうか。この難しい問いに対処するため、国際学会は生物多様性倫理委員会を設置しました。復元技術をどこまで適用するのか、そして社会全体でどのように合意を形成していくのかを明文化したのです。委員会は復活させる種を選ぶ基準として3つの要素を掲げています。1つ目は生態系の機能回復にどれだけ貢献できるか。2つ目は遺伝多様性を保つ上でどれだけの価値があるか。3つ目は文化な象徴性を持っているかどうかです。これらをもとに、各国政府と市民団体が共同で審査を行うことが義務付けられました。科学だけが暴走しないよう、人間の英知と対話が歯車となって噛み合っているのです。さらに未来世代への責任を具体な形で残す手段として、世代間信託基金の創設が提案されています。この基金は現在の世代が保全活動に投入した資金を、100年後以降の子孫が利用できる形で運用していきます。長期な資金保障と教育プログラムを同時に提供するという仕組みです。日本国内では京都大学と地方自治体が連携し、試験に次世代エコツラストを設立しました。初年度の拠出金額はおおよそ5億円に上り、将来な保全インフラ整備に充当される予定です。今を生きる私たちがまいた種が、遥か先の未来で大きな木陰となることを願って、我々が直面する第6回大量絶滅は、科学技術の進歩だけで解決できるような単純な問題ではありません。個々の生活様式、消費行動、そして価値観の根底にある自然との共生という理念を再構築し、社会全体で実践へと移行する必要があります。具体には日常の食事選択で地産地消しを意識すること、エネルギー使用を省エネ型に転換すること、情報発信を通じて生物多様性の重要性を広めることが挙げられます。どれも小さな一歩ですが、それが積み重なることで風景が変わっていきます。一人一人の小さな選択が集まることで集合な圧力が生まれ、企業や政府の政策転換を促す原動力になります。今こそ過去の大量絶滅が残した教訓を胸に刻み、未来世代へ継ぐべき豊かな地球を守るための行動を起こす時です。皆様の積極な参加と協働を心から期待し、ここに物語の一区切りをつけさせていただきます。地球史上、これまでに5度の大規模な大量絶滅が確認されています。第1期はオルドビス期末に起きた海洋プランクトンの崩壊でした。第2期はデボン期末における陸生植物の大量死です。第3期はペルム期末に起こった大火災とも称される事象で、全生物種の約9割が消失しました。第4期は三条期末に海洋無脊椎動物が急激に減少した時代です。第1期は白亜期末に隕石が衝突し、恐竜をはじめとする多くの生命が消え去りました。いずれも火山活動や隕石衝突、
海水の酸性化、気温変動といった自然要因が主因とされ、発生速度は数万年から数十万年単位という長い時間をかけて進行していました。地球は傷つきながらも、ゆっくりと呼吸を整えながら回復してきたのです。大正に第6回大量絶滅は陣圧力が同時多発に作用しており、前例のない速さを呈しています。産業革命以降、大気中の二酸化炭素濃度は400倍近く上昇し、平均気温は摂氏1度以上上昇しました。森林伐採は年間数百万ヘクタール規模で進行し、湿地は半減以上に減少しています。海洋ではプラスチック微粒子が食物連鎖に入り込み、サンゴ礁は白化現象によって広範囲に死滅しつつあります。これらの指標は、過去最大の絶滅速度をはるかに上回る1000年単位の時間スケールで変化が進行していることを示唆しています。時計の針が狂ったように、生命の営みが加速度に脅かされているのです。このような速度差は生態系の回復能力を著しく低下させます。例えばペルム期末の大量絶滅の後、海洋生物は約20万年をかけてようやく多様性を回復したと推定されています。一方、現在の哺乳類や鳥類の種数減少率は、過去の絶滅イベントの100倍以上の速さで進行中であり、自然選択が追いつく余地はほとんど残されていません。進化のペースが環境の変化に追い越されようとしている現実を、私たちは直視しなければなりません。国際な生態学者コンソーシアムは次世代気候モデルと種分布予測アルゴリズムを組み合わせた統合リスクシナリオを策定しました。このシナリオは温室効果ガス排出量が現在の水準を維持した場合の高排出シナリオと、2050年までに炭素中立を達成した場合の低排出シナリオの2つに分け、各シナリオ下での生物多様性損失率を算出しています。未来は固定されたものではなく、私たちの選択によって枝分かれしていく道筋なのです。高排出シナリオでは熱帯雨林の面積は7割以下に縮小し、哺乳類の絶滅危惧種は全体の4割に達すると予測されます。さらに海洋酸性化によりサンゴ礁は9割以上が機能を喪失し、漁業資源の総量は3割にまで減少する見込みです。海の青さが失われ、食卓から魚が消える日が来るかもしれません。一方で低排出シナリオでは保全地域の拡充と再植林政策により、森林面積は現状の8割を維持でき、哺乳類の絶滅危惧種比率は2割程度に抑えられるとされています。どちらの未来を選ぶかは、まさに今この瞬間にかかっているのです。これらの予測を踏まえ、政策提言は3本柱に集約できます。第1は自然資本税の導入です。企業や個人が利用する生態系サービスに対し、使用料相当額を課税し、得られた財源を保全基金へ直接配分する仕組みです。使う者が守る費用を負担するというシンプルな原則が、持続可能な循環を生み出します。第2は地域主体型再生計画の策定です。地方自治体が独自に設定した生態系回復目標に基づき、農林水産業の生産方式を低炭素型に転換し、補助金と技術支援を組み合わせます。土地を知り尽くした人々の手が、再び大地を癒すのです。第3は教育と文化の統合です。学校教育に生物多様性カリキュラムを必修化し、地域の伝統知識と科学知見を融合させた体験学習を推進することで、次世代の環境リテラシーを根底から向上させます。知識だけでなく、体感として自然を理解する子どもたちを育てることが何より重要です。現在、国際には生物多様性条約とパリ協定が主要な枠組みとして機能していますが、実効性の確保にはさらなる方向策力が必要です。具体には各国が提出する国家生物多様性戦略に対し、第三者評価機関による独立監査を義務付け、評価結果を国際に公開する制度を設けることが求められます。透明性が担保されて初めて、信頼が生まれます。また違反国に対しては金融市場へのアクセス制限や貿易関税の調整といった経済インセンティブを組み合わせた環境制裁メカニズムを導入すべきです。ルールを守らない者には代償が伴うという明確な線引きが
国際協調の礎となります。さらに海洋保全に特化した海洋生態系保護条約の新設を提案します。この条約は深海鉱山開発や漁業権の国際調整を目とし、科学評価に基づく許可制度と被害回復責任の明確化を柱とします。これにより海底資源開発と生物多様性保全のバランスを法に担保することができます。海の底に眠る未知の世界を掘り起こす前に、そこに息づく命の声を聞く必要があります。技術革新が進む中、市民が主体となるモニタリングネットワークが急速に拡大しています。スマートフォンアプリを活用した生物観測プラットフォームは一般住民が撮影した画像や音声データを自動解析し、希少種の出没情報をリアルタイムで共有できるようにしました。これに加えてブロックチェーンベースのデータ保存により、情報改ざんの防止と透明性が確保され、政策決定プロセスへの信頼性が向上しています。誰もが観察者となり、誰もが記録者となる時代が到来したのです。日本国内では北海道の里山再生プロジェクトが先駆事例として挙げられます。住民が自ら設計した里山モニタリングカードを配布し、季節ごとの植物賞や昆虫群衆の変化を記録してきました。収集されたデータは自治体の地理情報システムに統合され、土地利用計画の見直しに直接反映されました。このような循環型情報フローは地域レベルでの迅速な適応策立案を可能にし、全国規模への展開が強く期待されています。草の根の動きがやがて大きな潮流となることを、私たちは目の当たりにしています。第6回大量絶滅の危機は単なる環境問題にとどまらず、人類の文明そのものの存続を問う根本課題です。科学技術、経済政策、文化価値観が交錯する複雑形として捉え、包括かつ柔軟な対応が不可欠です。私たち一人一人が日常生活の中で選択するエネルギー源や食材、移動手段は集合に地球規模の圧力となり、政策や市場の方向性を左右します。あなたの今日の選択が、明日の世界の輪郭を描いているのです。今こそ過去の絶滅教訓と最新の科学知見を統合し、地域と国際社会が共鳴し合う競争型保全の道を歩む時です。持続可能な未来を築くための具体行動は個々の意識改革から始まり、制度改革、技術革新、そして何よりも多様なステークホルダー間の対話と協働によって実現されます。皆様の情熱と知恵を結集し、次世代へ受け継ぐべき豊かな地球を守り抜く使命を共に果たしましょう。風が吹き抜け、鳥が歌い、川が流れる当たり前の日々を、確かに未来へて渡すために。